今回の目的地は京都府の中西部、京の奥座敷と呼ばれる素敵な温泉地で、オープンして約4年とは思えないほど高評価が多い旅館を発見。そこでは心温まるおもてなしに癒されて、贅沢にも温泉露天風呂客室に宿泊なので、お肌に優しく美容にも嬉しい温泉がたっぷりと楽しめて最高。そして何よりも朝夕のお料理がすごく美味しかったです。もしよければ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は京都府亀岡市にある湯の花温泉に2021年7月にオープンしたばかりの京ご飯と露天風呂の宿湯の花月屋です。わずか4年とは思えないほどの口コミ件数と高評価だったので、これはぜひとも宿泊してみたいと光の速さで予約しました。湯の花温泉は京都の中心部から西へ約7キロに位置し、戦国時代に傷ついた武将たちが刀傷を癒したという伝説が残る静かな山あいにある古い温泉郷です。電車および車でのアクセスはご覧の通りで、この日は中国道の滝の社インターから下道に降りてのんびりドライブしながら向かいました。372号線を走っていると湯の花温泉の看板が見えました。ここを曲がるとあと少しで目的地です。私は全国のいろんな温泉地を旅行するのが好きですが、湯の花温泉は今回が初めてなのですごく楽しみです。湯の花月屋さんに到着しました。駐車場が広めでいいですね。雰囲気のあるおしゃれな外観なので、今から宿泊だと思うとテンションが上がります。それでは早速館内に入ってみましょう。こちらが湯の花月屋さんのロビーの様子です。伝統木工技術組子をふんだんに用いられたフロントは、一つ一つに和を感じられる素敵な空間でした。フロントの奥には売店コーナーがありました。小スペースながらもいろいろと販売されています。商品を見てみるとおつまみになりそうな青果や和雑貨なお土産などが多く並んでいる印象でした。フロント横の通路を歩いていくと何があるでしょうか。奥にはウェルカムドリンクが楽しめるラウンジがあり、広々とゆったりできる空間でした。そして私的に大興奮だったウェルカムドリンクは、なんとお酒類もあり何度でも利用可能なのです。コーヒーマシンやジュースサーバーが充実していて、もちろん製氷機もありました。そしてこれです。私にとって最高のサービスと言っても過言ではないお酒類のウェルカムドリンクです。日本酒や焼酎だけじゃなくカクテル類やジンまで、今宵はいつもよりも酔っちゃいそうです。お部屋に行く前に早速焼酎を。22時までアルコールが飲めるとは大盤振る舞いですね。チェックインも済みましたので、いよいよお部屋へ向かいます。本日のお部屋は2階とのことでエレベーターを利用。どこを歩いてもおしゃれですね。今回宿泊するのは209号室で、入り口はオートロック式。私はそのことを忘れて外へ出てしまったことがあるので、宿泊の際は十分に注意してくださいね。それでは中に入ってみましょう。
今回宿泊する209号室は最大利用人数が3名で、信楽焼を用いた温泉露天風呂付きのモダンな和室。湯の花月屋さんでは5つのタイプのお部屋があり、ちょうど真ん中のランクにあたる客室です。中央には3人掛けの座り心地のいいソファー。奥には2台のシングルベッドがあり、寝心地は最高でした。もし3名の場合は追加でお布団を用意してもらえるそうです。ベッドの間には電話に照明スイッチとコンセントがありました。隅では空気清浄機がしっかりと仕事をしていて、テーブルの上にはインフォメーションブックや宿泊者のためのスケジュール表などが置かれていました。その中で目を奪われたのが夕食時の別注料理と素敵なルームサービスのメニュー表。これを見て私は絶対に何か注文しようと決心したのでした。またオセロにトランプといったゲームやさまざまな補助品も無料レンタルできるのがいいですね。入り口の方を見てみると棚があり、ティッシュに宝飾品入れがあるのは珍しいです。下の段にはケトルとお茶セットがありました。さらに下の開き戸を開けてみると、そこにはセーフティーボックスと冷蔵庫が完備。中を開けてみると何か入っていますね。富士山のミネラルウォーターにお月お菓子のさつまいも大福、湯の花月屋さんオリジナルのお菓子でほっぺが落ちるほどめちゃくちゃ美味しかったです。冷蔵庫の隣の開き戸を開けてみると、左側には浴衣や帯にタオルセットが入っていました。右側には茶羽織がかかっていて、その下には部屋着まで用意されていました。お部屋のテレビは見やすい中型サイズ。 DVD プレイヤーがある旅館は珍しいですね。今度はテレビ横の引き戸を開けてみましょう。まず目に入ったのは素敵な洗面所です。足元にはゴミ箱、ティッシュにドライヤー、ハンドソープや洗顔料などのアメニティ。反対側にはコップに鏡、歯ブラシやボディタオルなどアメニティ類も充実で、その中にマウスウォッシュまであるのは初めて見ました。こちらの扉を開けてみると、とても清潔感のあるウォシュレット付きのトイレがありました。お部屋のご紹介もあと2箇所です。床や壁が全体的にとてもおしゃれなシャワーブース。シャンプー類も完備なのでここで洗うようにしましょう。さあ、いよいよこのお部屋のメインとご対面です。そこには陶器で作られた趣のある温泉露天風呂。一定になるように温度管理されているので、到着してすぐに入ることができるのは嬉しいですね。ちなみに景観はこんな感じで、壁が低めなので注意が必要です。気になる方は露天風呂のないお部屋を選べば優先的に貸し切り風呂を予約できます。ちなみに水量が減ると自動的に温泉が湧き出る仕組みです。もちろん入浴が見えないようブラインドもしっかりできます。またお部屋から直接お風呂に行くこともできます。温泉が好きな私にとってくつろげる最高のお部屋でした。続いては大浴場のご紹介です。大浴場へはラウンジの方から行くことができます。
湯の花月屋さんには事前に撮影許可をいただいていますので、画像ではなく動画でご紹介できるのが嬉しいです。こちらが男湯の入り口ということで、早速入ってみましょう。まずは脱衣所の様子から。他に露天風呂付き客室や貸し切り風呂があるので、その分コンパクトな広さですが綺麗で素敵な雰囲気です。また自由に使用できるタオルがあるのもポイントが高いです。洗面台は3つで化粧水などもあります。もちろん貴重品入れも完備。それではお風呂を見てみましょう。豊富で良質な泉質を誇る湯の花温泉は天然のラジウム温泉。疲労回復や筋肉痛などの症状に効果があり、お肌にも優しく美容にも嬉しい湯だそうです。では露天風呂はどうでしょうか。素敵な小庭園をゆったりと眺めながら身も心も安らぐ時間を過ごすことができる岩の露天風呂。湯の花温泉がとても気持ちよく、すごくリラックスできました。お部屋の温泉もいいですが、やっぱり大浴場は最高ですね。さあ、いよいよ楽しみにしていた夕食の時間。食事会場は1階のエレベーターを降りてすぐです。お料理が美味しいという口コミも多かったので、この時のためにお昼は控えめにしました。湯の花月屋さんの夕食は旬の食材で彩る京料理。鮮やかに盛り付けられたお料理が運ばれてきて、めちゃくちゃ美味しそう。食前酒は珍しいヨーグルト梅酒で、ヨーグルトと梅酒が良いお味でした。4種の八寸は季節野菜そら豆クリームソースに桜湯葉豆腐、鴨の南蛮煮と木の芽味噌和えで、どれも美味でした。向こう漬けはマグロ、カンパチ、タイの3種盛り。新鮮な歯ごたえでこちらも絶品です。このアワビとアナゴごま仕立てはアナゴがふわっとしていて、もっと食べたくなる素敵なお味。アワビもごまの味と見事にマッチ。シー魚の京都肉の沢煮鍋はお出汁が効いていて最高ですが、お好みで柚子胡椒をつけるとさらに至福の一品でした。おしのぎは牛しぐれの飯蒸し。もち米と牛しぐれの相性が美味しすぎです。お料理が美味しすぎて自然とお酒のメニュー表に目が行きます。素敵なお酒のラインナップが並びますが、私が選んだのは銀城湯の花月屋という旅館の名前の日本酒をチョイス。お宿の名前のお酒があれば注文するっきゃないですよね。この中皿のカレー西京味噌焼きはお料理を冷めにくくするためにお皿が温かいというお気遣い。今でも味を覚えているほど美味しかったです。蒸し物は餅バレーショあられ揚げというおしゃれな一品。割ってみると餅の中にはチーズが入っていて、添えてあるからしが素敵なアクセントでめちゃうまです。お料理も最終ステージになるご飯のしらすと塩昆布の釜飯。もちろん炊きたてなので美味しそうな香りが漂います。釜飯のお供には赤だしが効いているお味噌汁。ほんのり柚子風味なのが優しいお味でした。もしお腹いっぱいで釜飯が余ってしまった場合、お願いすればおにぎりにしてもらえます。最
最後のデザートの抹茶の滑らかプリンは優しい甘さが口の中に広がってとても美味しかったです。最後まで美味しすぎるお料理にごちそうさまでした。夕食を楽しんだ後は予約していた展望貸切風呂に入ります。4室あるお風呂は無料で入ることができ、露天風呂のない客室の宿泊者から順に優先で予約できます。今回は運よく空きがあったので入浴させていただきました。こちらが脱衣所の様子です。かなり広々としていて、この場所だけでもゆっくりできそうです。もちろんアメニティ類も充実しているので、手ぶらでも全然大丈夫そうですね。それでは展望貸切風呂の方に行ってみましょう。その前にシャンプー類も完備のシャワーブースがありました。その奥に入ると待望の展望貸切風呂です。そこには信楽焼を用いた素敵な陶器風呂。実は露天風呂客室のお風呂と雰囲気が似ているので、露天風呂のない宿泊者にはありがたい貸切風呂ですね。ちなみに最上階である4階の夜の眺望はこんな感じです。お部屋の露天風呂よりも広めなのでゆったりと入ることができ、湯の花温泉の効能を思う存分楽しめる貸切風呂でした。鍵はお部屋に運んでもらえますが、終わったらフロントに返却です。こちらでいいですか？ありがとうございます。はいはい。はい、ありがとお風呂上がりのドリンクといえばやっぱりこれ。製氷機と炭酸水もあるので炭酸割りできるのが素晴らしいです。この神サービスには大変お世話になりました。そして気になっていたルームサービスのメニュー、いちごアイス大福と豚の角煮の2品を注文すると、しばらくしてお部屋に運ばれてきました。プラスで夕食に食べきれなかった釜飯のおにぎりもあります。豚の角煮はお肉が柔らかく、特製醤油の煮汁の味わいがとても美味しかったです。お酒にご飯に温泉とこれでもかと満喫できて本当に最高でした。2日目の朝は雨という残念なお天気。映像では分かりにくいですが、それなりに降っています。まああとはのんびりして帰るだけなので、気を取り直して朝食を食べに行きましょう。食事会場は夕食の時と同じ場所でした。朝食にもお品書きがあるのは嬉しいですね。湯の花月屋さんの朝食は朝の気分に合う多彩なおばんざい。花かごに彩られたお料理がとても素敵です。大豆ひじきに大納言小豆のプリン、小松菜のおひたしとちりめん山椒、うまみおからと最強野菜サラダに京漬物と美味しそう。そして中央に運ばれてきたのはかぼちゃ餅の肉巻き湯葉あんかけで、いくらも入っていてすごく豪華です。私の中で一番好みだったのは本日の焼き魚。何の魚かわからなくて申し訳ありませんが、とにかく魚料理が全般的に美味しかったです。
朝からすごい豪華だなぁと思ったのがマー油鍋。中国語でごま油のお鍋は意外とあっさりしていてボリュームも多くてとてもお箸が進みました。もちろんお味噌汁もありほっとする素敵なお味。最後のデザートまであっさりと美味しくごちそうさまでした。今回は京都の湯の花温泉にある湯の花月屋さんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。京ご飯と露天風呂の宿というだけあって朝夕のお料理や温泉も最高だと思う内容でした。特にお料理は少し濃いめで私好みの味付けだったのでまた宿泊したいと思うぐらい満足度が高かったです。そんな湯の花月屋さんの今回の宿泊料金は金曜日の2名宿泊で1人当たり2655円でした。客室は天然温泉の露天風呂付きな上にウェルカムドリンクのお酒も充実していたりといろんなサービスがあり、このお値段はコスパ最高だと思います。またところどころで感じた細やかなおもてなしにも癒されました。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。